はい、この回ではですね、人物に、ポイントを当ててテクニックを伝えていきたいと思います。よく人体デッサンなんて言葉をね聞いた人もいるんじゃないかなと思うんですが、キャラクター、人間です。それを動かすためには腕がどうなってるのかな、足がどうなってるのかな、頭のつき方、体と頭ってね首でつながってるんですよね。要はそういう部分を知っていくためにデッサンというものが昔からやられています。このような図ね、見たことないでしょうかね。この図はですね、大昔から要は人体の形、手を広げたら自分の足先まで正方形の中に収まるなんていうことを昔から考えられています。そのポイントをあれですよ、全てを頭に入れるんじゃなくてポイントを入れることでプロポーション、全身のバランスを整えること、あとは紙に書くのは命あるキャラクターですから、人形じゃないんですよ。なので人形ではなく人間を描くためのね、生き生きとしたキャラクターが紙の中で動くための、ポイントとしてすごく重要なことになってきます。それを講座の中で伝えていきたいと思います。はい、それではですね、人物の描き方になってきます。何はなくともキャラクターだなというところではあります。道具の使い方、もねいろいろやってますけれども、やっぱりなんかちょっと要素としてはですね、是非知っておきたいポイントですよね。で、様々今本当に書き方本も出てはいるんですが、すごく大切なところをですねちょっと押さえていきたいと思います。是非ですねポイントを覚えておいてください。でまずですね、こちら、皆さんね見たことある人もいるんじゃないですかね。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチが、ウィトルウィウス的人体図っていう形でね描いたこういう、図形があるんですけど、この意味というのはですね、要は成人男性で要はバランスのいい体型の人が両手を広げた時のですね、両手を広げた時のこの長さと足と要は頭のてっぺん、これがおおよそ等しいとかっこいいぜってことなんですよね。で人間というものはこの手を、またさらに広げてぐるっとね、で両手を広げた形と、あと足がですね関節からこうやって広がっていくところもサークルをこのように描くと、これがね、手伸ばしたところと触れて円状にそれぞれがね並ぶというのが要はかっこいいぜというですね、比率の話なんです。比率です。黄金比とかいろいろなね形があるんですけども、要は世の中に存在するものでかっこよく見えるバランスっていうものが、言われてます。絵の中でいうと7頭身とか8頭身で描くと要はねかっこいいんですよね。現実に7頭身8頭身すごくですねスタイル良くて、なかなかそういった人ばかりではないんですよね。でもせっかくだから絵の中に描くときには、やっぱりバランスよく、かっこいいねキャラクターでいてほしいなというところはありますので、ぜひこういったところもですね抑えて、やってみていけたらいいなと考えております。でさらにですね、これもちょっとバランスの走り書きなので、ぜひですね皆さんも頭の中でイメージしてみてください。よく頭身って言葉があると思うんですけども、頭身というね言葉、この紙の中にねちょっと見えづらいんでね、頭身書きますね。頭身という言葉、はい、頭の数です。さっき8頭身みたいなことを言ってましたけども、要は頭のこの、てっぺんから顎先までの長さが123456778と足先まであることで8頭身っていう話なんですね。どうですか、スタイルいいですかね。はい、要はこれがまっすぐに並ぶと、要は直立した時の人間のバランス取りやすいですよね。だから絵で描く時も、この後もやるんですけども、そうやって丸書いてスーッと直線引いたらそれにトン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 ってね頭身を押さえてあげれば直進描けます。でさらに肩幅ですね。肩幅はだいたい頭のもう何でしょう1.5、肩幅が、頭ね1.5 倍だと考えてください。このぐらいの幅、これぐらいの幅ですね。はい。なので頭のすぐ次に肩が来るわけじゃないんですよね。
ちょっと肩ってなだらかにこう流れていくので、そこをねしっかりポイントとして押さえてほしいんですけども、でそこから腕を伸ばして、要はさっきね身長と同じ長さだなっていうのをやったと思うんで、それを当たりで入れてあげればいいだけです。ただただ今話してるのって要はバランスの取り方なので、最初から要はちょっとね、バランスを崩して書こうっていうんだったら今のものに反して全然構わないので、そこだけ気をつけてくださいね。で、あとはですね身長の中心、要は2分の1ぐらいがお股になって、でそこの2分の1のさらにこの足の辺のだいたい2分の1ぐらいに膝あたりが来て、ような流れを作っていくと、それぞれの節々が決まっていきますね。はい、で二の腕もですねだいたい腰、みぞおちからちょい上ぐらいかなっていうこの辺りで、お股のところが、手首が入って、そこから手入っていくよみたいなこの流れどうですかね。実際の人間に近い形になるんじゃないでしょうか。で、中にはね腕が長くなる人もいて、あとは足が長くなる人がいて、いろんな人がいていいと思います。要はバランスの取り方でこういったものを使うんだなということがポイントなんですね。例えば男性と女性の違いもねあったりするんですね。要は男性だったらへそと肘が並んだり、そしてへそがウエストの上あたりに来るんじゃないかな。これへそですね。ウエストってくびれてるところここですね。でただ女性はウエストと肘が並んで、要はウエストのここのくびれがね肘と並ぶんじゃないかなというところと、へそがウエストの下ねくびれの下に入ってくるんだなって、子宮の関係ですよね。要は体の中の構造でちょっとね変わってくるんだなって、大きくこういった違いも頭の中にね入ってると、また絵を描く時にも、変化が出てくるし、あとは奥深くなってくるわけですね。わあすごくデッサンな話ですね。はいでですね、また顔にもバランスがあったりするんですね。顔のバランスっていうのは要は、よくメイクとかの時にもね使われたりするんですけども、顔の黄金比ってあったりするんですね。全体要は、頭の、長さが1だとして、そこを半分で切ったところにちょうど目が来るんじゃないかなみたいな。でそこから、3分の、目の幅ずつここが間隔で、目と目の間にもう一個目を入れるとこの間隔になるよってね。両目の間にもう一個目あるんだよみたいなね。で、そこから、目から顎までの間隔の中でちょうど半分のところに鼻尻があるんだよとかね。でそこから、唇までねちょうど半分のところが唇下なんだよみたいなね。とは言いつつもあんまりね細かく考えすぎるとちょっとね窮屈になるので、要はこういったものをバランスとして捉えて絵を描くことにも役立てるってことができるんですね。横顔もしかりです。はい、でこれをやっぱり意識して絵を描くとやっぱりバランス取りやすいんですよって話ですね。じゃあですね絵に描く時にどのように捉えるかってことです。横にしよう。はい、横にします。で例えばじゃあ本当にね成人男性でバランスのいいねキャラクターをもし描くんだとしたら、ですねまずですねすぐ頭から描こうとしませんか。みんなこうやってね頭からこうやって描こうとしませんか。これはねちょっとしないでおきましょう。バランスを整えてから描いていきますよ。なので最初頭のてっぺんから足の先までこの紙の中に描きたいなということでね、是非これ目安切ってみてください。はい、でそれでまっすぐ、立てたいので、紙に対して水平に線を下ろします。でここから頭を入れましょう。頭だいたいこれぐらいかな。でこれ目分量でこれぐらいなので1、2、3、はい、4、5、はい、6、はい、7、はい、7点ちょっと、5ぐらいにしましょうかね。はい、これぐらいにしましょうかね。でこれが頭身の目安です。でおおよそでいいですよ、ね、おおよそでいいので、この中にキャラクターをはめていきます。で、体とかのバランスもあと皆さん全然自分の好みでいいですからね、自分の好みむしろ大切ですからね。で、足先まで入れます。ビヨーンって入れます。はい、で肩に関しても、このくらいかな。肩がもし頭と本当にすぐ横にあるとこれだとちょっとねちょっと細々としてかっこ悪いですよね。でも最近の傾向だと多分これだけ肩幅が狭いキャラ多いかなって感じはします。
この肩のね位置をちょっと合体よくしようかな。ね、頭に1個分ずつぐらいやっちゃおうかな。で首、はい。で肩が来てこのようにね、だいたい123つ目のところぐらいに、ここがお股か、ここがお股に来ますね。体が来てね、はい。で膝がここに来て、股からここまでの間で1/2で膝が来て、こうですね。はい。実はね結構太もも長かったりするんですよね、人間って。こうとかね。はい。わ、すごい間延びしてるな。はい、こんな感じで肩をここら辺に持ってこうかな。はい。でこうして肘があってこうやって、はい、モデルができます。要はこのようにバランスを作っていくわけですね。頭身からスッ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 ス。でさらに足から股までの位置の中で中心のところに膝持ってきてね、で肩からね、ここのところで、真ん中ら辺に肘くるなぐらいな大体のラインです。はい。でこれは成人男性ですよね。でこれをそのまま、赤ちゃんとかにもね実は持ってこれたりするんですよね。でもここまで細かくしないです。赤ちゃんはむしろ頭がすごく大きいと思うので、デフォルメした形ですね。3頭身ぐらいで描こうか。3頭身トイトイトイ、ね、丸これ描いてスッと描いて、でこのところで頭、ね、すいませんもうポーズつけちゃいますけど、ね、で体で足みたいなね。子供描く時のポイントはもう、2つ目の丸がもうほぼ体から、腰ぐらいで、3つ目の、ね、丸がもう腰から足みたいな。これで一番上の丸がね、頭ってどうですかね。これ子供のバランスっぽいですよね。でちょっと腕はですね、下に伸ばした時はちょうど股ぐらいに手のひらが来ると可愛らしいかな。ちょっとそれよりも上ぐらいかな、この辺りかなだと思います。はい。で例えば、おじいちゃんとかですね。要は成人男性がこの背の時におじいちゃんとかこんなに背高くないんですよね。ちょっとですね6頭身ぐらいにしよっかなって、こうやって丸から作っていく方法ですね。こうやって丸から作っていって、でおじいちゃんも猫背なんで、ね、おじいちゃん猫背なんでこういうくらいでちょっとほっそり、ね、猫背にしてあげるとぽく見えるっていうことですよね。足を曲げてみるとそれらしく見えるってことですよね。こういう感じですかね。肩の筋肉好きだけ良くなっちゃうんですね、おじいちゃんね。はい、でも筋肉ムキムキのおじいちゃんもいいですよね。毎朝体操してるみたいなね。はい、こんな感じでほっそりね。やっぱ首が分厚い。はい。こんな感じですね。はい。ランニングシャツみたいなね。こんな着ると、はい、おじいちゃんっぽくなるんじゃないでしょうか。要はこのバランスがあるからこそ、これで描いた時にね、それぞれのね書き分けができるんじゃないかなっていうところです。であと女性に関してもね。で女性に関してもこれが成人男性身長で自分が描いたなっていうのであれば、ちょっと背をね低くして、ここから丸23456かなとして丸で、女性の場合だとくびれをしっかりね
つけてあげると、いいかなというところです。で腰も高くしてあげるとモデルさんのような体型になりますね。こうでキュッ、こんな感じですかね。はい、こういうことですね。はい、というところになります。でウエストの話、さっきね女性と男性だったと思うんですけども、女性はやっぱりこのくびれのところをね上に持ってくるっていうことが結構コツなんじゃないかなと思います。この比率ですね。大体男は胴も長くなるんですけども、腰がちょっと小さめって感じになりますね。女性はもう胴も腰もね同じぐらいの大きさで持ってくるといいのかなっていうところです。はい。はい、ですね、次はですね、顔もちょっとやってみましょうかね。はい、顔こんな感じですね。丸描いて顔ね、面長に作ってあげるとやりやすいんじゃないかなと思うんですが、こうやってね、顔でまっすぐ線を引いた時に、これですね、縦線垂直です。垂直です。さっきそういえば水平って言ってましたね。すみません。垂直ですね。要は紙に対して垂直な縦線と水平な横線、これが存在するわけですよね。でこれよくあるじゃないですか。これ何するかっていうと、さっき顔のバランスの時にもやってましたけども、目がね入ったりとか耳が入ったりなんですが、この線の使い方が実はすごく重要で、よいしょ。ですね、この線、例えば縦に垂直に引いた線と横の水平な線から、横に水平な線ですね、下にこうやって要素が集まると、これはこれで不気味な絵ですけどねでもこの要素が下に集まると、要は幼く見えるんですね、顔が。なので子供を描こうとした時には下半分に顔要素、上に、要は脳みそが入っているわけなので、その分の、頭部というところで、描いてみるのをおすすめします。でですね、最初のこのね、目安に、目とね、鼻と口合わせますけども、要は目鼻口です。で目はこのね中心からお互いのね、バランスをとってね描いてあげればいいですよねと。どうですか？これの方が成人男性に見えますよね。なので顔のパーツをですねどこに集中させるかで年齢が実は変わったりするんですね。これがちょっと絵の、奥深いところでもあります。要はその時に耳も目と同じ、ね、位置のところにこうやって持ってきて輪郭をこう取ってこんな感じですかね。はい、で髪の毛こんな感じでサラサラ。髪の毛はですねちょっと頭部よりかはもうちょっと盛り上げて描いてあげた方がいいですよ。はい、こんな感じです。はい、どうでしょうか。はい、このようにですね、やっぱりデッサン、さまざまなバランスを捉えて描いていきます。比率です。で、それをあんまり窮屈に意識しすぎる必要はないんですけれども、そういったものを要素として意識していると、こういうね子供とかおじいさんとか女の子との比較っていうところでも書くところの、何でしょう、アドバイスじゃないですねサポートになりますので、この要素もですねちょっと気をつけながら、ぜひ皆さんも落書きをしてみてくださいね。